はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精、ミミです。はい、今回のレビューは、ローズセルサセラミックスマーク2ワイヤレスモデルです。セラミックスシリーズは、陶器のような美しい光沢と澄んだ音質を目指したシリーズで、2024年のセラミックスの登場から半年ごとにセラミックス X やセラミックスウルトラと進化を続けてきた。はい、今回のマーク2は2025年末に登場し、短期間で磨き上げられた最新の技術が凝縮されているんです。ローズセルサ、なんだか優雅な響きのブランド名だね。セラミックスマーク2は前作の光沢感とは違ったマットな質感で落ち着いた印象。指紋も目立ちにくいし、道具としてのビルドクオリティが一段と上がったんじゃない？マイクの開口部を模したようなゴールドの装飾、ゴールデンスパークデザインはデザイン上の大きなアクセントとなっていて、低価格帯ながら高級感のある外観を演出しています。小ぶりなサイズ感で片側実測 5g、3カラー展開で送ってもらったのはパープルなんですけど、淡い感じがとっても気に入っちゃいました。価格は4000円台。低価格帯の常識を完膚なきまでに叩き潰しに来た究極のコスパモンスターと言っていいんじゃないかな。セラミックスマーク2の真骨頂は音を構成する内部構造にある。ドライバーユニットはローズセルサが誇るフラッグシップ級の HR プラスプランクテクノロジーが採用されている。簡単に言うと 10mm のチタンコートドーム型複合振動板に柔軟なサスペンション構造を組み合わせたもの。これによって有線のハイファイヘッドホンに匹敵するような深く響く低域ときらびやかな音域を両立させている。特にチタンコートは振動板の合成を高めて分割振動を抑えるから音の濁りが極めて少ないのが特徴。なるほど。でもドライバーがいいだけじゃ今のワイヤレス戦国時代は生き残れないでしょ。その通り。マーク2のすごいところはこの価格帯ではまずお目にかかれない24ビット高性能ダックと DSP をソックに統合している点なんだ。これによって SN113dB という驚異的な数値を叩き出している。スティック型の高級ダック並みの数値ですね。音が消える瞬間の余韻とかボーカルの吐息、楽器の配置といった微細な表現がはっきり聞こえるようになる。さらにローズセルサのアコースティックラボによってドウラウドネス曲線に基づいた精密な調整が施されている。人間が音量によって音の高さの聞こえ方が変わる特性のことですね。そう。人は小さな音だと低音や高音が聞こえにくくなるんだけど、マーク2はそれを補正するようにチューニングされている。だからどんな音量で聴いても制作者が意図した通りの理想的なバランスで音楽を楽しめるってこと。まさに耳の特性を高くした音作りってわけか。多くの競合他社がこの価格帯ではコストカットのために LDAC を削る中、マーク2は一切の妥協をせず LDAC 対応になっています。24ビット DAC との組み合わせはまさに鬼に金棒ですね。セラミックスマーク2の機能をコントロールするのが自社開発のローズリンクアプリ。まずはノイキャンや外音取り込みのコントロールでどちらもレベルは3段階。ソックの演算能力を生かした 40dB ワイドバンドアクティブノイズキャンセリングを搭載。3キロまでの広い周波数帯域をカバーしているということだけど、サイン波をスピーカーから流して確認したら3キロ以上でも効果を感じたよ。面白いのは単にノイズを消すだけじゃなくて耳への圧迫感を抑えるように設計されている点ですよね。ノイキャン特有のツーンとする感じが苦手な人でも使いやすそうです。EQ はプリセットのみですが3種類あります。これは後で波形を足して確認しましょう。それからゲームモード、デュアルデバイス接続、LDAC の切り替え、デバイスを探す、あとタッチコントロール。低価格帯でも機能結構あるからメニューも増えるよね。ゲームモードは47ミリセックという超低遅延。タッチする部分が平面で広めなのでタッチコントロールはしやすかったです。LDAC を使用する際はアカウントを作る必要があったんで作っておいたよ。それからこの画面のメニューは環境音を3種類までミックスして流せるようになっています。癒されたい時にはどうぞ。バッテリーは最新のスチールシェルバッテリーを採用していて、イヤホン単体で12時間、ケース込みで最大45時間の再生が可能です。では波形チェックをしていきましょう。 EQ、ポップを基準にしています。波形測定の前に主張は済ませていたんだけど、これを見て納得というかやっぱりって思った。有線モデルのようなカーブなんだよ。中域をちょっと多めに抑えてるかなとも思ったんだけど、他の EQ のカーブも重ねるとハイファイモードだとそこもあまり抑えてない。ロックモードは低域を持って中高域を抑えて超高域を持ってるね。そういう裏付けもあって広がりもあるし、聞いた感じがすごく自然なんだ。あんまり音質には期待していなかったんだけど、これは嬉しい誤算だったね。ノイキャンオンオフの波形変化もほとんどなかった。はい、波形がほぼ重なってますもんね。そう、今回のサウンドチェックはこの3つのプリセット EQ の違いを聞いてみよう。はい、ではサウンドチェックいきましょう。ボリューム上がります。
イモードの違いは分かりづらかったかもしれませんね。愛にはハイファイモードの方が中高域が少し明るめに感じました。ロックモードはしっかり低域の量感が増しているのが分かりました。そんな感じだった。これは好みが分かれるだろうけど、どれも実用的なプリセットだったんじゃない？そうだよね。自由にセッティングは変えられないけど、元のチューニングがいいから補正は最小限でいいと思った。さっきもちょっと触れたけど、有線モデルのようなチューニングが本当に良かったね。それならワイヤレスイヤーフックに有線モデルを装着するっていう手もあるんじゃない？もちろんそうなんだけど、ワイヤレスイヤーフックに基本ノイキャンないじゃん。バスや電車の中ではやっぱりノイキャンが欲しいんでね。あ、そっか。音質に関しては低域に曖昧さを特に感じることもなく、量感はプリセット EQ で調整してもらえばと思う。中高域から高域にかけては刺さりも最小限に抑えられていて、ボーカル中心に聴くならハイファイモードが一番前に出てくると感じたんで最適かもしれない。ただポップモードとの差はあまりないんでお好み次第だね。ポップモードの方がバランスいいって思える曲も結構ありましたもんね。そうだね。シビアに聴いちゃうとこじんまりした感があるにはあるけど、これ4000円台だからね。ワイヤレスモデルを毎日使っている人は普段使いに一つあってもいいかも。レビュー後は家族に使ってもらおうと思ってるから、自分用にもう1個入手しておこうかなって思ってるよ。そうなんですね。これは愛も買っておきます。ミミィちゃんは？そうだな。これは私も欲しいわ。はい。ということで、ローズセルサセラミックスマーク2のレビューでした。ではまた次の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。